はい、ということでこちらがね、福山自動車時計博物館さんですね。僕はね、いっぺん来てみたかった場所です。で、こちらはね、入館料払ったら中が見れるんですけども、外にね、置いてある車両もなんかすごいんで、まずはね、外側からちょっと見ていきたいと思います。雪上車。かっこいい。謎の自動車ありますね。これなんか、勉強用の車両ですかね。車の構造をね、知るための車両だと思います。こちらも雪上車ですね。すごいな。ロールスロイス。ナンバーついてるから公道が走れるやつみたいですね。かっこいい。ベンツ。この年代の車でもね、内装がすごくいいですね。昔の車ですね。何台かね、ナンバーがついてる分もありました。個人的にはね、これがかっこいいですね。なんていうね、車がね、ちょっとわかんないんで、もしね、わかる方がいたら、コメント欄の方で教えていただいてください。あっちにもね、なんか車ありますね。行ってみていいのかな。行ってみましょう。へえ。珍しい三輪車がありますね。向こうのも車らしいです。ボンネットバスってやつですかね。すごいな。で、ちょっとね、入る前にね、まだこっちの方もあるみたいで、見させてもらいましょう。おー。こちらは消防車のゾーンですね。へえ、おー。なんか飛行機もありますよ、これ。すごい。しかもかっこいいですね。これ、ベース車両何なんでしょう。ベンツとかなのかな。なんかね、荒廃した世界に来たような感じがしますね。こっちもありました。すごいな。ここらはね、1900何十年代かの車だと思うんですけども、これかっこいいですね。オレンジ色だし、4人乗り、右ハンドル。これも面白いですね。タフズ・アラウンド・ザ・ワールド、日本、世界一周。この車でね、世界一周したのかもしれません。車にね、そこまで明るくないからわからないんですけども、見る人が見たらね、いい車なんでしょうね、これは。で、ボンネットバス。これ多分まだ動きますね。すごい綺麗に整備されてる。あ、これは知ってますよ。街の遊撃手、ジェミニですね。で、フォルクスワーゲンなんですけども、これってね、セラとかっていう車じゃないですかね。ガルウィングがついてる車だと思います、これ。これはね、台数も少なくて結構希少なはずです。最近全く見ませんけどね、本当に。かっこいい車もありますね。これはね、昔のタクシーらしいですね。たくさん人が乗れるようになっててから、後ろはね、すごい広々してから、ゆったり乗れるようになってて、ここにはね、仕切りがありますね。料金メーターみたいなのが見えないんですけども、どういった車だったんでしょうか、これは。ちなみにね、今見てる段階で0円です。0円観光中です。列車ですね、これ。実際に走るんでしょうかね。なんかね、かなりそれっぽいような感じはあるんですけども、どうなんでしょう。おー。で、おー、すごい。三輪ですね。三輪の車があります。こんなん、実物初めて見ました。かっこいいですね、これ。で、こちらはなんかジープみたいな車ですね。軍用車ですかね。それともなんか農作物なんかを運んでた車かもしれません。よくわからないです。でもね、なんか少し整備したら、すぐに走り出しそうな感じの車ですね、これは。これもね、何する車でしょうかね。かっこいいです。よし。ということでね、0円観光を楽しんだんで、そろそろね、次の場所に、っていうのは冗談で、いよいよね、あちらの自動車時計博物館の方にね、潜入してみたいと思います。このために来たんでね、行きましょう。すごい施設ですね、これ。自動券売機ですね。はい、ということで、ちょっとね、回ってみましょう。時計のね、歴史がわかるらしいんで、まずね、江戸時代の和時計見ていきましょう。動いてるんだ。江戸時代のね、和時計なんですけども、これ動いてます。すごー。よし。じゃあね、こちら行ってみましょう。おー。これね、なんとなくわかります。これだってね、タンバリンもね、太鼓も、動かしてくれるんです。あ、ありがとうございます。うわー。今から80年から90年前。
これはね、昔の自動演奏ピアノみたいな部分なんですけど、まだね、実動するのがすごい。びっくりです。ちなみに、多分ですけど、ここですね、ここにね、多分パンチカードがあって、この分で動かしてるはずです。すっごすいません、ありがとうございます。エルビスにジェームズ・ディーンですね。へー。レーシングカー。うわー、すっごいな、こりゃ。レーシングカーいいですね。これも大丈夫なんです？あ、乗っていいそうなんで、ちょっと乗らせてもらいましょう。すっごー楽しい、これ。こんな感じです。ちっちゃいブラウン管のテレビあります。ラジオ。あ、これポットだ。このポット欲しいな。かわいいな。よし、こっちもね、行ってみましょう。記念メダル自販機ありますね。これね、まだ使えるみたいですね。すごい。すごいな。嬉しいのがね、がっつり時代で分けてないから、どこ見てもね、見どころがありますね。わかりますよ。ヘンリー・フォード、ペリー、それから安倍正弘。すごいですね。あ、これね、T 型フォードのスピードスターってやつですね。へえ。触ってもいいらしいんでね、あれなんですけど、あ、すごい。かっこいい。これもね、これもね、乗っていいらしいんで、乗らせてもらいましょう。おお。シートがね、ちょうど小さいです。乗れました。あ、これはね、回したら音が鳴るやつです、多分。あ、昔のね、タイムレコーダーらしいです。ガチャンとやつですね。ダット3セダン。なんかね、窓が開いたりするような車は乗ってもいいらしいです。でもね、我慢しておきましょう。なんかね、この車だけえらいボロボロですね。どうしたんでしょう。錆び具合から見てもね、なんか雨ざらしというか、事故でもしてから沈んでた分を引き上げたみたいな感じにも見えなくもないですね。事故ってます。バイクもありますね。おー、トライアンフ。陸王はインディアンかな。これインディアンはね、乗っちゃダメみたいですね。初めての外車。うわー、なんだろう、乗りやすそう。昔のトライアンフかっこいいですね。ブンブン。陸王があります。本物だこれ。多分これもね、またがっていいんでしょう。またがらしてもらいましょう、陸王。こんな機会めったにないんでね。っていうか、陸王のサイトかなんかめちゃめちゃレアでしょ、これ。うわー。お、楽。すっごい楽。すごいな。スピードメーターでいいのかなに、燃料系かな、これは。で、ギアはね、これでチェンジするのかな。まずニュートラルで、1速、2速、3速。で、一番向こうはね、バックらしいです。バック機能がついてるのすごいですね。でね、ふと気がついたらね、上に飛行機もありました。これもね、なんか階段あるから入っていいみたいなんで、入らせてもらいましょう。これは面白い。よいしょ。おー。いいな。免許持ってないけど、運転席座らせてもらいましょう。よいしょ。わあ。すごっ。動いてますね、後ろの羽。エマージェンシー、エマージェンシー。このままで墜落する。助けてくれ。ね、ここに座ってたらね、僕もなんか飛行機運転してみたくなってきましたね、これ。ちょっと面白いものがありますね。これ、トイレですけども、陶器のやつです。すごい。多分ね、当時のセレブな家庭が使用してた分ですね。
へえ。で、こちら昭和ですかね。わあ、広島のタクシーらしいです。当時はね、こういった車が走ったみたいですね。で、これね、バイクっぽいですけども、マツダって書いてありますね。マツダのオートサンディかなんかですね。こんなに重たいハンドル動かしようたん。馬車もありますね。へえ。ミニカ360。で、マツダ360。で、スバル360。うわー、すごいね。360cc 勢ぞろいじゃないですか。あれも空いてるけども、これも空いてるんですね。これちょっと乗らせてもらいましょうかね。お邪魔します。すっごい狭いです。うわー、こんな感じなんだ。うわー、すごい。かわいいですね。乗り降りはね、しづらいですけども、すごい楽しい車です。ラビットですね、これ。富士重工とかっていうメーカーのベスパみたいなバイクです。ちょっとね、乗らせてもらいましょう、これ。これまたがる機会絶対ないんでね。博物館レベルですよ、これ本当に。あー、またがるだけでも楽しいや。皆さんね、僕こんな感じでね、気軽に乗らせてもらってますけども、これ全部ね、博物館レベルの車ですからね、普通にね、またがらしてもらったりとか乗れる車ってね、僕初めてです。で、ホンダの T360。ホンダらしいですね。なんで今ここにね、ミラーがあるのかなと思ったら、4本マフラーです。排気効率がね、こっちの方が良かったんでしょう、当時は。で、4-in-1 にしてあります。すごいな。のルノー。珍しいですね。これもね、ドアがね、こっち開きです。乗りやすそう。ちょっとね、乗せてもらいましょう。よいしょ。中はね、やっぱし今回より狭いですね。ですけどもね、すごい楽しい。へえ。もうね、長距離旅が当たり前になってるからね、この辺の車乗ったら移動が大変かもしれませんけども、でもね、すごい可愛らしい車で最高ですね。この車もね、ダットさんなんですけども、こっち開きなんですけど、ここですね、これね、木でできてますね。鉄じゃなくてね、この辺は木で仕上げてあるみたいです。へえ、すごっ。マツダ三輪トラックなんですけども、ここにね、なんかちっちゃい椅子がついてますね。へえ、計360で、これも 360cc。で、なんかね、まだ向こうもあるんですよね。広いな。うわ、いたずらしそうな顔してますね。わあ、これなんか見たことあるな。電源入れたらね、これ動いたり喋ったりするんじゃなかったでしたっけ？何でしたかね。で、さっきとは違ってね、エンジンのない車ばっかりですね。で、こっちにね、なんか、コンロがあるんですけど、これちょっと見ときましょう。これね、やっぱりそうだ。うわー、嘘。僕が探してる分です、これ。灯油コンロって言われる分です、これ全部。今はね、ガスが主流なんですけども、昔はね、灯油を入れてやる、石油かな？うん。石油を入れてね、やってた分でいいから、この分でね、料理してたんですけども、もう今ね、手に入らないんですね、これ。いいなぁ。めちゃくちゃたくさんある。いろんな種類がね、あったみたいですね、これ。これもそうですね。富士式石油コンロってあるんですけど、石油コンロってね、意外とカロリー高くてから、僕がいつも使ってるカセットガスのボンベのコンロがあるんですけど、あの分の火力マックス状態のカロリーで調理が可能なんですよね、石油コンロで。だからね、侮れない調理器具ではあるんですけども、ちょっとね、火力の調整が確か難しいような気がするんで、ここはね、現在あまり使われなかった理由の一つなのかもしれません。なるほど。この分にね、石油とか灯油を入れて、蓋をして、で、ここにセットして、使ってたみたいです。うわ、これ欲しい。で、時代が進んでガソリンかな。石油コンロはね、芯がいったんで、芯の交換しないといけないから、手間だったんですけども、ガソリンバーナーの方はね、芯の交換は不要だったんで、多分こっちの方がね、当時は熱かったんじゃないかと思います。
ただガソリンなんでね、ちょっと危険度はちょっと高めだったと思います。だからこの辺も、この辺灯油ですけども、これはガソリンですね。でっかいです。僕もね、こういったちっちゃい分持ってるんですけども、その比じゃないですね。この辺の分はね、アウトドアなんかで使ったら、一酸化炭素中毒は気をつけないといけないけども、テントの中とかでね、使ったら、暖も取りながらね、調理もできるんで、すごくね、いい分なんですけども、残念ながら最近はないです。ちなみにね、一番有名なのがこれですね。豊コンロっていう分です。豊コンロは、このサイズじゃなくて、もっと大きい分がね、最近もう再販されてはいるんで、その分で煮炊きはできるんですけども、僕もね、実は1個持ってるんですけども、車内で使ったらね、車内がめちゃくちゃ暑くなってから、もう耐えられなかったんで、やめました。これね、当時のね、この石油コンロのレビューですね。どれがいいのかとか、いろいろ書いてあるんですけども、気になる方はね、ぜひこちらの方に来て確認されてください。で、ちなみにね、一酸化炭素を発生するコンロがあります。コロナと桜です。らしいんでね、皆さん石油ストーブを買われる際はね、コロナと桜に気をつけてください。はい。すごいな。よーし、楽しかったです。わー、来たかいがあった、こりゃ。よーし。ありがとうございます。で、ちなみにね、こちらのバスはね、5月のね、3日、4日、5日が無料のね、試乗体験ツアーがあるらしいんですけども、今日はね、残念ながら5月2日で乗れないんで、もうね、外から眺めさせてもらうだけで満足してね、移動しようと思います。でもね、すごいですね。このバスがまだ未だに現実で動くっていうのが相当すごいです。で、駐車場のね、端っこの方にも車がありました。で、こちらがね、ホンダのライフステップ1ですね。簡単に言ったらね、昔の N 版とか、あの手のタイプの車両になります。サイズもね、小さくてね、可愛らしいんですよね。ダッシュボードなんかもね、めちゃめちゃ広くてから、もう本当にね、旅車として最高の車だと思います。いいなぁ。整備が受けられるんだったら、こういった車でね、旅もね、してみたいですね。はい。よし。